はいどうも皆さん、こんばんは。WD20 セリスでございます。この動画は、ファンタジースプリングス最新考察のパート2後編となっております。ラプンツェルの森、そしてファンタジースプリングスホテルについてこちらの動画ではね、お伝えしておりますので、皆さんお楽しみください。前編の動画は動画概要欄、リンクの方からですね、飛んでいただいてご覧いただければなと思います。それではですね、最新考察パート2後編お楽しみください。どうぞ。続いてがラプンツェルの森でございます。こちらはラプンツェルが小さい頃から暮らしていた塔がそびえる渓谷となっておりまして、夜になると塔やランタンの明かりで森は暖かな光に包まれますといったエリアですね。ラプンツェルの森にアトラクション1つ、レストラン1つができます。まずはアトラクションを見ていきますと、こちらのラプンツェルの森にできるアトラクションはラプンツェルのランタンフェスティバルになります。5分間の水流ライドとなっておりまして、アナとエルサのフローズンジャーニーと比べると比較的短いタイプの水流ライドとなっております。こちらのライドにはですね、セーフティーバーがないことからおそらくドロップしないタイプのアトラクションになるのではないかなと予想されます。年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンチックなボートの旅。映画に登場する様々な場所を巡りながら、フリーライダーと恋に落ちたラプンツェルが今まで最高の日を過ごす道のりを楽しめることができますね。やはりこちらもアナとエルサのフローズンジャーニーと同様、塔の上のラプンツェルの世界観を巡っていくようなアトラクションになりそうです。ただ、後日談といった形にはなりそうではあるんですけども、映画で登場するような楽曲とかが使用される可能性もあります。さらには、フリンライダーと、あとはラプンツェルが見たボートの周りをランタンが包み込むようなそういった感動的なシーンも体験することができるのではないかなと思われます。水流をボートで進みながら、プロジェクターを使用したシアターのシーンとかもあったりはするので、オーディオアニマトロニクスを使用したボートライドが東京ディズニーリゾートには多くありますので、映像が使われることでさらにまた別の感覚で楽しむことができるんではないでしょうか。ラプンツェルの塔に関しては塔の窓からラプンツェルの姿が見えました。実際にこれがオーディオアニマトロニクスなのかプロプスになるのかわかりませんが、実際に屋外のオーディオアニマトロニクスも存在はしますので、このラプンツェルが実際にボートライドに乗りながらラプンツェルのオーディオアニマトロニクスを見ることができるのではないかなと期待したいところであります。ラプンツェルの森にあるもう一つの施設、スナグリーダックリングはカウンターサービスタイプのレストランになります。ディズニー映画塔の上のラプンツェルに登場するアルクレマナたちの酒場をテーマとしたカウンターサービスタイプのレストランです。様々な雰囲気のダイニングエリアで食事を楽しむことができるとありますね。実際に上海のディズニーランドにもこちらの塔の上のラプンツェルをテーマとしたレストランがあったりとか、あとはディズニークルーズラインにもラプンツェルをテーマとしたレストランがあります。テーマとしてはほとんど同じなので、おそらくそれに似たものが来ると思われます。実際にこのスナグリーダックリング、かわいいアヒルのこのレストランで、映画で登場するようなキャラクターだったりとか、それと同じようなストーリーのプロップスだったりとかがこちらでは飾られるんではないかなと思われますので、ラプンツェルを実際映画見てから行くとさらに楽しめるんではないかなと思います。そして東京ディズニーシーファンタジースプリングス最後の施設、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルでございます。客室は全475室、そのうちの419室がファンタジーシャトーデラックスタイプの客室となっております。残りの56室はラグジュアリータイプグランドシャトーとなっておりまして、ファンタジーシャトーに関しては、ファンタジースプリングスの動植物や魔法の泉がモチーフの装飾に包まれた客室があるデラックスタイプとなるようですね。そしてもう一つのラグジュアリータイプであるグランドシャトーに関しては、東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験を提供するラグジュアリータイプとあります。実際にはですね、全部屋はバルコニーがついたような客室となると思われます。さらにはパーク側に全て向いている客室になりますので、グランドシャトーに泊まったゲストは全てこのファンタジースプリングスを望む非常にいい眺望を持った客室に宿泊することができます。もう一つのファンタジーシャトーに関しては、東京ディズニーランドホテルや東京ディズニーシーホテルミラコスタと同じタイプのデラックスタイプとなっておりますので、価格帯としてはミラコスタや、あとは東京ディズニーランドホテルと同じような価格帯になると思われます。なので10万前後、こちらがファンタジーシャトーになるんではないかなと私としては予想しております。もう一つのグランドシャトーに関しては、東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験としておりますので、
通常の宿泊だけでもですね、非常に高い価格になるのではないかなと予想されます。おそらくですね、もちろん10万は超えてくるんですけども、15万、20万、それ以上かかってもおかしくはないのではないかなと思います。さらにですね、バケーションパッケージなども利用したら非常に高額な値段となることが予想されますので、皆さんしっかり貯金しておきましょう。東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルに関しては、それ以外にもファンタジースプリングスギフトというショップだったりとか、ビュッフェタイプのレストランであるファンタジースプリングスレストラン、こちらはディズニー映画白雪姫や塔の上のラプンツェル、眠れる森の美女をモチーフにした絵画が飾られたレストランとなるようですね。さらには、グランパラディラウンジというロビーラウンジも備わっておりまして、開放感のある大きな窓が特徴的なロビーラウンジとなっております。私の動画で今まで言っていたメイン棟のドーム、こちらに当たります。ここはなんとグランパラディラウンジといったところで、宿泊するゲスト全員がね、利用できそうな場所になっております。グランパラディっていうのは大きな楽園、または大きな天国とか、そういった意味合いになるようですね。なので、この大きな窓から望むこの楽園、天国っていうような景色がこちらから見えるんではないかなと思います。非常に綺麗なね、外装になっておりますので、内装もね、非常に豪華なものが期待されております。さらにはパークエンタラスの上部には、ラ・リベリルールというテーブルサービスタイプのレストランがあります。こちらはですね、グランドシャトーに宿泊するゲストのみが利用できるレストランとなるようです。気品漂うダイニングホールから望むファンタジースプリングスの景色とともに、シェフこだわりのフランス料理でディズニーホテルならではの至福のひとときをお楽しみいただけますとあります。こちらのレストラン非常に高くなりそうですね。さらにはね、グランドシャトー宿泊ゲスト限定となるようですので、1泊56室しかないので、かなり狭き門となりそうですね。ただ、利用ゲストも少なく、さらには非常に高い値段となりそうなので、ここから望む景色も含めて特別な体験となりそうですね。ラ・リベリルールというのは、トンボを意味する言葉になります。このトンボがどうしてトンボなのかっていうのはわからないんですけども、何かしらね、このトンボ、あとは動植物含めてが、このファンタジースプリングスに関連してくるものと思われますので、今後ね、トンボを含めた虫だったり植物だったり動物とかそういったものがですね、こちらのファンタジースプリングスに何か見られましたら、また私の動画の方でもご紹介していきたいなと思います。こちらのファンタジースプリングスホテルに関しては、公爵夫人が世界中を旅しているうちに魔法の泉に巡り合い、別荘のようなお家を建てた。そこにいろんな人を招待しているうちにそれがホテルとなったみたいです。公爵夫人の好きなものが集まっているようなあらゆる自然からのインスピレーションを受けた施設となっています。魔法の泉にはいろんな妖精が住んでいるのですが、その妖精が何をもたらすかというと幸せだそうですね。そういう伝説から作られたホテルがこちらの東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルということです。公爵夫人が誰なのか今現在はわかりません。冒険家探検家学会であるSEA、こちらが関わってきているのかというところにはなるんですけども、東京ディズニーシーだとあらゆる施設にこの SEA が関わってくるので、もしかしたらこの公爵夫人となる人物が SEA の人物という可能性も一つね、あるんではないかなと思われます。このバックグラウンドストーリーだけ見ても割と浅いんですよね。なのでもう少しね、詳しいバックグラウンドストーリー、こちらの東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルにはありそうなので、今後ね、いろいろ詳細な情報、あとは実際に宿泊してみたら、そういった細かいところがね、見えてくるかなと思いますので、分かり次第皆さんにもこちらね、ご紹介していきたいなと思います。それではですね、皆さんいかがだったでしょうか？魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界をテーマとしたファンタジースプリングスのエリア。非常に巨大なエリアとなっておりまして、紹介するだけでも、ね、非常に長い動画となってしまっております。今後いろんな考察がね、まだまだできるかなと思いますので、新たな情報で次第、そしてですね、私の方でもファンタジースプリングスの動画、どこよりも誰よりも詳しく、たくさんの動画でお伝えしておりますので、ぜひね、私の動画をご覧になっていただきながら、オープンの日、来年2024年を楽しみにしていただければなと思います。ちなみに、2024年オープンということですけども、第1四半期を予定しているということなので、おそらく4月から6月、2024年の4月から6月ではないかなと思われますので、こちらのね、来年の4月から6月、春の時期を楽しみに待っていましょう。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。